第一言語がドラムだったみたい。伝わるものって伝わるよね。もう今を生きるっていうことだけ。世界に役立てる人っていっぱいいるよね。はい、ということで、今日はゲストにお越しいただきましたドラマーのよよかさんです。よろしくお願いします。これでわーってなってるから、ここでわーって今はい、ということで、今はロサンゼルスを中心に活動されてるんですけども、はい、今日はね、タイミングがあって、はい、お話を久しぶりに聞かせていただきたいなと思うんですけど、はい、改めて少しだけ簡単にどんなことをしているのかっていうのをお話しいただいてもいいですか？はい、今、私は15歳で北海道出身なんですけど、はい、2年ぐらい前、2022年の9月に家族全員で私の音楽活動のためにこう世界挑戦という感じで、アメリカに移住しまして、そして今は LA を中心にロサンゼルスを中心にライブを行ったりだったりとか、ゲスト出演をしたり、こう曲を作ったりとかをしています。すごい。だってもともとで言うとあれ1歳半からドラムをしている。そこら辺ぐらいからこうドラムに興味を持ってたらしくて、両親がこう音楽活動したりレコーディングを趣味で手伝ったりとか人のしてたので、こう自分がハイハイしながらいろいろ歩き回ってて、毎回ドラムの方にしか行かないというか、そっちにしか行かなかったらしくて、両親がやりたいのかなというか叩いてみたいのかなと思ってくれて、それでこう叩き始めたのが始まりなんですけど、1歳半ぐらいの時なので、こうちょっとなんで始めたのかはちょっとわからないんですけど、自分ももう誰もわかんないけどでもなんか最初から興味があったらしいですね。なんかこう自分の中での記憶で明確にこうドラム叩いたなっていうのって何歳ぐらいの時とかってあるの？私は3歳の時に弟が生まれたので、それからの記憶しかないんですけど、十分だけどね。2歳ぐらいか2歳ぐらい。これもうなんだろう、覚えてたらでもいいし感覚的な話になるんだけど、ドラムを叩くっていうのはよかちゃんにとってなんかどういう行為というか、なんでし続けれてるの？スタートはなんでしてたの？思っちゃう。なんか日本語とか数字とか覚える前に叩き始めたので、なんかこう簡単な話をすると、第一言語がドラムだったみたいなものがこう結構なんかこうしっくりくる言葉で。じゃあこれもう本当に感覚的な話だし、僕はドラムを叩かない人なので知ってみたい、聞いてみたいんだけど、自分が何か伝えたい思いがあったりとか表現したいことがあるときに、言葉だったりとか、日本語、英語、ドラムってあったらやっぱドラムが一番しっくり表現できたりするもんだ。色、なんか何を思ってるかみたいな、そういうのは、ドラムを叩いてると、こうちょっと伝わるかもしれないし、あとはそのセッションを誰かとしてる時とかにその相手とのコミュニケーション、こう次ちょっとこういう感じのこうメロディーに行くよとか、本当にミュージシャンはアイコンタクトがすごく大事なものになってくるので、アイコンタクトとその音でこう表現したり話したりっていうのはしますね。なるほど。じゃあそれが伝わってるし伝えられるっていうツールになってるんだ、ドラムというものは。そうですね。へえ、その世界知らんからめっちゃ興味深いな面白い。第一言語がドラムだった。はい。で、そこからこうトレーニングというかやり続けていくとさ、自分の中で上達もしていくし、こうより楽しさも出てくると思うんだけど、逆に言うとやってる中でなんかこう挫折感だったりやめたいみたいになったことってある？私基本的に正直言うと、その自分が始めた理由がわからないからこそ、別に楽しいものじゃないんですよ、ドラムが。なんて言うんだろう、もうやってるものだからこう楽しいとかの感情がなくて、どちらかというと全然叩かなくていいなら叩きたくないぐらいな
思いなんですけど、まあでも叩かないと発散にならないっていうか、叩かないといけないなぐらいに感じて叩き始めるんですけど、もし叩かなくていいのであれば叩いてないですね。練習もすごい嫌いなので全然したくないし、楽しいとかの部類でもないし、でも叩いてない自分っていうのも正直超わかんないというか、ね、なんかいろいろ私こういろんなことに興味を持ちやすくて、プロとしてやっていくそういうなんか目標をやめても、まあなんかドラムはどこかで叩いてそうだなっていうのはちょっと感じるので、ドラムなしのではいけれないのかなっていう感じは思いますね。すげえ、その感覚に値するものが自分の人生にないから何っぽいなって。だから何ていうの、感覚で言うと僕にとっては多分呼吸とかなんか食事とかに近いかもしれない。だからやめて生きていくことはさすがに考えられないなみたいな歩くとか、確かに。でもそれにすごい近い感じなのかもね。もう生きることにめちゃくちゃ最初からあるから、面白い。その感覚で言うともうね、どこまでも深掘っちゃうけどさ、その感覚で言うと叩きたいものではない。でも例えばじゃあ YouTube だったりとか、エレンショーだったりとか、伝説的な方たちとセッションで呼んでもらったりして出て行ったりするじゃんか、でもそういう時にはどういう感覚なの？嬉しいなのか、そういうことになったんだみたいな感覚なのか。もうそういうことになったんだみたいな方に近いかなっていう、普通に光栄だなっていうのはもちろん思うし、正直シンディ・ローパーとか、フォールアウトボーイとかエレンショーとか出たんですけど、まずちょっと把握してなくて誰なのかをそこな最初ね、まず知らなくてちゃんとこう絶対有名なのは分かるんだけどこの感じだしね、知らないなっていう状態で共演したりとか、こう出演したりしてるので、後になって知るんですよ。凄さだったりヤバさをね。終わった後にありがとうって言った後に家に帰って調べて、こんなすごい人だったんだみたいなことが多くて、めちゃくちゃ尊敬しかないとか、なんかもうどうしようもなんかそういうのもないし、普通にこんな状況に信じられないけど本当光栄だし、こういう経験をできるのはすごくありがたいことだなっていう。もうなんかこうそれをできてるってことはそういうことをできる切符を自分が持ってたわけじゃないですか。それを使わない方が損じゃないっていう意見なので、アメリカに移住しようとした時も、アーティストビザを私は持ってるので、あっちでこうドラマとして働けるんですけど、それすごい取るの難しいので、もうこれも切符みたいな、それができるっていうことはできるのであればもちろんした方がいいよねっていう感じの考えだったので、なんで移住したのとか言われる時に、たくさんの理由はね、英語とか多様性だったりとか音楽だったりとかもあるんですけど、本当に自分がもしそっちに行って挑戦できるようなチャンスがあるのであれば、もちろんした方がいいと思うし、それをしない方が損してるかなっていうのを思ったからっていうのも一つの理由ではある。いや、それこそ多分ここでしか喋んないし、この2人でしか成立しない話だとは思うんだけど、僕らもさ、マリエさん奥さんと一緒に、アメリカに挑戦することになったと。でそれも僕らが狙ってアメリカに行ったわけではなく、むしろ出版社の人が、アメリカで本を売ってくれて、で世界的にヒットすることになって、アメリカからの問い合わせが増えて、必然的に行くことになったんだけど、僕らの方がもちろんその時点でも年上だったんだよね。30、31とかかな。けどその僕らは正直最初めっちゃ嫌だったのよ。そうなんですね。アメリカ行くのが、なぜなら、英語できないし、アメリカに住むということ自体もイメージしたことなかったし、大変そうじゃん。今やってるからこそね分かると思うし、大変そうじゃん。で結局最初にその話をもらってから移住に踏み切るまで2年ぐらい逃げ回ったのよ。そうなんですか。実はなんか雑誌とかの取材だとかっこよく挑戦しましたみたいな感じで言ってるけど、事実は
いやまだ早いとかいろんな理由つけてあーやらないことをしたんだけど、僕からすると、ゆよかちゃんもそうだしご家族もめちゃくちゃその決断してから動きが早かったし、そのチャレンジをしてる風に見えてて、だからその裏側にあった気持ちっていうのはやっぱ今言ってくれたような、せっかくこんなチャンスがあるんだったらやってみようって思えたってことだよね。それも結構強いですし、あとはコロナ禍があったのがすごく強くて、なるほど、そっか。私が8歳の時に出した動画がバズってはい世界に広まっ見て、た急に本当そっか、それも知りたい。めっちゃ急なんだよね。世界中の女性ドラマコンテストみたいのがあって、それに応募するために撮ったカバー動画が、レッド・ゼッペリンのグッドタイムスワットタイムスで、それをだからその応募動画として撮ったんですよ。で応募して、で結局本当のチャンピオンには選ばれなかったんですけど、なんかウィークリーチャンピオンみたいな週のチャンピオンでは一応一人として選ばれて、なんかどっかでなんでしょうね、なんかこう誰かが見つけたのか何なのか分かんないんですけど、なんかすごい再生されて、そして本当に父のスマホに、たくさんニューヨークとかロサンゼルスとか、なんかこう意味わからない番号から番号とメールともう見た目スみたいな、パムだもんね。もうそうなんですよ。だからほとんど迷惑メールかなんか迷惑電話かみたいな感じになって、で本当に本当にもうなんて言うんでしょう、本当に同じで英語喋れる友達も自分たちも喋れなかったので、誰にもだからどうすることもできなくて、でも本当英語のなんかメールとか来るし、誤って取ってしまったニューヨークからの電話とかもなんかブワーって英語で喋るんだけど何もわかんないみたいな。多分だけどその間にたくさんのチャンスを逃してるんだけど、でも正直何もできないからっていう、もうしょうがないよねっていう気持ちが強くて、本当にそれぐらい急だったので、そんなことがあってからっていう、その時は8歳で。もう家族みんなで何が起こってるんだろうでその時の再現してほしいわ。いや本当なんか勝手にみたいな、なんか勝手にシェアされて、で勝手になんかニュースにあっちのニュースになんかビルボードとか、NPR が最初で、そのローリングストーンとか、NPR とかもう本当にいろんな、ミュージック界のすべてみたいな、そう全く許可なしでニュースにされたりとかしてたので、何が起こってんだこれはみたいななって、自分のことであるはずなのに他人事だよね。その時はね、なんかこうそうなんだみたいな感じで、本当信じられないぐらいいろんなことが起きて、それからこうアメリカに呼ばれたりとか、こう海外にこう仕事とか、そうですね、はい、初めてのアメリカの時がエレンショーだったのでそれアメリカエレンって、それのために行ったので、エレンショーをね見てる方で分かんない方は、イメージで言うとアメリカの笑っていいともみたいな番組です。もうね有名な方がいて、ゲストが出ていて、それでトークしてみたいな番組。結構皮肉が効いてる徹子の部屋みたいなそっちの方が適切かもしれない。なんかこうそんな感じの番組アメリカンな徹子の部屋だわ。確かにそんな感じの番組なんですけどそれに9歳の時に2回出演しまして、その間にそれでも2019そうだよね、2019ぐらいですね。僕らがちょうどアメリカにいてて、だから僕らもエレンに多分同じかちょっと前ぐらいに出させてもらってたから、なんか日本人のちっちゃい女の子で出てる子がいるって言って友達から連絡かかってきて、でそれで見たのが最初なのよ。そうなんですね。なるほど。いや私たちもこんまりさんのやつを見たりとかもしてたので、いえもちろん本当にそのエレンショーに出たその同じ日本人として、こんな方もいるんだっていう、本当にたくさん何人かしか本当出てなかったので、もう本当に限られた人だった、なのでその一人になれたこと本当嬉しくて、でも本当に日本人エレンショー全然知らないじゃないですか。なので本当私も本当に知らなかった。本当になんだろうみたいな。アメリカ人に言ったらみたいな感じではあるんですけど、それで何回かアメリカに行くタイミングはありまして、その仕事とかで、
それぐらいでいいと思ってたんですよ。こう、そこまでアメリカに行きたいわけでもないし、住みたいようなことでもないし、たまに海外に行くぐらいでちょうどいいかなっていう、ハワイ旅行ぐらいがちょうどいいよねそういう感じだったので、こう引っ越し移住などの考えは全くなく、なんですけどコロナ禍に2020年とかかな、になってしまって、もう北海道から出れなくなって、東京の仕事でさえなくなってしまって、他の海外、中国とかもちろんアメリカでの予定もあったんですけど、全部中止とかになっちゃって、そこで思ったのが、もしもう一回こういうロックダウンが起こった時にどこにいたいのかってなった時に、閉じるならどこがいいのかってなったんだ。アメリカかなって思ったんですよね。このまま北海道にいるのはもちろん地元だし、いいかもしれないけど、こう刺激があったりとか新しいこう体験ができるものは、やっぱりアメリカに行ってる時にいろんな体験刺激をもらったから、やっぱあそこにいるのが一番自分のこう人生としていいのかもしれないっていうことを思い始めてから移住したいっていう思いになって、コロナ禍があったおかげで逆にそれを思うことができて、それからこう移住したいっていう感じになりましたね。じゃあその移住をする決断というか、自分の中で起きたんだ。もうコロナ禍で考えて。そうですね。もちろん家族との話し合いもあると思うけど。もちろんありましたけど、ちょっと間違ってるかもしれないんですけど、私は両親は私がこう決断する前から少し、例えばアメリカに住むとかないのみたいな感じのことを聞いてきた気がするんですよね。で、だって親的にはね、こんだけチャンスがあってそうなんですよ。できるなら、だから早く気づいてればよかったんですけど、そういうことをこう提案してきてはいたんですよ。でも私も別にたまに行くぐらいでいいじゃんぐらいに思ってたので、私がこうやっと移住をしたいって思った時は、親も納得ではあったのかなっていう感じではあるんですけど、もちろん気が熟したかなって。そう、後で別チャンネルで聞きますんで、その辺は裏側で。その当時は何歳、何年生？12歳とか11歳ぐらい。小5小6ぐらいか。そうですね。でコロナ禍を経て、よし行くならアメリカだってなったんだ。そうですね。なんかアメリカに行きたいなっていうのが12歳の時に思ったのかな。尊敬しかないわ。でもやっぱりアメリカの物価とか本当に高いので、どうするみたいな、誰か私一人で行くわけにもさすがにないし、親とか家族で行かないとどこにも私が行けなくなるので、特にライブハウスとか行くなら、特に何もできないので、やっぱり家族で行くことだよねっていう感じになって、結局家もそして両親の、仕事も、そして私日本にいる時はこう芸能事務所系のところに一応所属したりとかしてたんですけど、そこももちろん辞めて、全部を辞めてアメリカにこうスーツケース4つと布団でこう来て、めっちゃほんまりみたいじゃんいやいや、本当になんかそんなことをしました。それが今から何年前になるんだっけ？2年とちょっとぐらいですね。9月なので2022年のなので、もうすぐじゃないけど3年かな。なるほどな。今実際こう移住してみてさ、3年になるぐらいで、挑戦してみてよかった？いや、もちろんよかったですよね。なんかこうよくなかったわと思うことはなくてていうか思わなくないですか？ほとんどなんか全部捨てていって、成功も失敗も分かんないけど、いや本当にとどまってればよかったわとはさすがに思わないかなっていう、普通はできない体験ができたんだから、それだけですでにもう良かったって思えるし、本当に実は生活面でもめちゃくちゃ大変で、友人の家を転々としたりとか、
こしてたんですけれども、ある家ではこう水道とガスが3ヶ月出なかったりとかあるでなんか違うところに行ったら、全部なんか汚水が逆流してきてあるオーナーと揉めてまた戻ったりとか。あれなんでなんだろうね。あれなんですかね、欠陥住宅問題が結構あったりとか。上下水道が弱いのよアメリカでもしかもそれロサンゼルスの話じゃん。基本的には、みんないない都会だと思ってるでしょ。すごいのよ。いやもうどこもそんな感じだと思うんですけど、ずっとプランマーさんなんつうの配管工の人いるよね。いやそれも直してくれないっていう、なんかこうちゃんと直してくれない、いや大丈夫だよかなんとかしてぐらいのいや治ってねえよみたいな感じなんですけど、そういうことがあったりとかすでに大変なので。もう特に英語ができないと本当大変で、もう本当にたくさんの友人の方に助けてもらったんですけど、ベースをまずこう固めるのがそうなんですよ。なので本当に最初の1年半2年はもう生活を落ち着かせることにそれが大変で、もう音楽活動なんてもうそっちに頭がいかないよぐらいだったんですけど、でもそんな生活はどん底かもしれないぐらいだった中で、音楽に関してはもう本当にありとあらゆることが起きて、もうそれもいい方に、たくさんの人との出会い、そしてなんか本当に私が昔から好きだった音楽作ってる方だとかミュージシャンとかとの出会いだったりもありますし、本当に信じられないような出会いがあって、なので生活はもう家帰ったらやばいのに、そうでも音楽とかライブハウス行くともういいことがたくさんあって、たくさんの人との出会いがあってっていう、そういう感じの時もありまして、家がやばい時が一番音楽でたくさんいろんな変化があった時で、もうしょうがないかこれはみたいな、そういうもんかみたいなね、そういうもんかって思っちゃうんですけど、なので大変だけど行ってよかったなっていうのはすごく思いますね。今ももちろん思いますし、やっとちょっと落ち着いてきたぐらいで、去年の10月にファーストアルバムをたくさんの、14という14歳の時に作ったので、ちょっとスペルを変えて14みたいにして14曲入ってるんですけど、1曲ずつ違うプロデューサー、アーティスト、フューチャリング全部違いまして、本当にたくさんの有名な方から本当にレジェンドの方もいまして、素晴らしいファーストアルバムになってるなっていう印象なんですけど、そういうのを作れたりとか、やっとちょっと生活も少しずつ落ち着いてきて、音楽にもちゃんと目を向けられるようになったっていう感じですね。ちなみに超素朴だけどさ、英語はどんな感じ、自分的に。いや難しい。伸びたとはすごく思いました。だって学校に行ってる。普通に現地の学校もちょっと学校もすでに5回ぐらい変えてて、本当に最初来た時は全く喋れなかったんで、ちょっとこっちでオンライン英会話したりとか、そういうことはちょっとしたんですけど、やっぱり全然喋れなかった。でそのまま行って、で学校に入って、もう先生も友達も何言ってんのみたいな、本当に分かんないですね。そんな感じでちょっと翻訳を使わせてもらったりとかして、少しずつね友達と話せるようになってきたりとか、クラスが何やってるかちょっと分かってきたみたいな感じになってきて、で面白いことに学校が変わるつとどれぐらい成長したかが分かるんですよ。すごくスピーキングとかリスニングは結構できるようになってきて、ちょっと問題なのが、私結構文法は練習していかなかったので、文法が結構ぐちゃぐちゃなんですけど、それがちょっと次の課題だなっていう感じであるんですけど、友達とも笑い話はできるし、先生とも普通に話せるし、授業も基本的には分かるので、成長したな最初よりはっていうのはすごく思います。2年とかでそうなるんだ。いやそうですね。2年間移住してから最初ずっと黙ってたよ。黙ってたんですが怖くて
なるほど。自分が間違ったことを言うっていうのが恥ずかしくて言葉を出すまで2年かかった。なるほど。いやでもちょっとわかる。なんか間違ってたら怖いなとか、何言われるかわかんないなっていう。私3歳違いの弟がいるんですけど、この3歳壁がすごいですよ。誰か教えて。私は、同じタイミングぐらいに学校にね初めて通い出したんですけど、あっちで弟のちょっとこう性格も結構フレンドリーで、私ちょっとだけこう落ち着いた感じなのであれなんですけど、弟と私その同じ日からこう入学して、弟が3ヶ月後ぐらいに、もうめちゃくちゃネイティブの英語喋り出すんですよ。なんかお前ってなるんですよ、みたいな、なんか Why? は何みたいな、もう私たちでさえ聞き取れなくなっちゃって何言ってんだろうこの人みたいなぐらいあっという間に染まり終わった。そうなんです。もうでも一番アメリカ行きたくない、学校行きたくないって言ってたのは弟なんですよ。イメージ湧くよ。でもなんか一番馴染んでんじゃんって思って早いよっつって。いやそうめちゃくちゃ早かったんですよ。私が12歳で弟が9歳だったんですけど、そのなんか3歳の壁というか、3歳違いでもこんなに違うんかと思って結構びっくりしました。面白いね。いやでもなんかそのね5回転校しながら成長を感じられてたりとか、まあでも少なからず絶対にさアメリカに行かなかったらこの英語の伸びはないじゃん。いやないですし、まずやろうとも思わない言っちゃった。はい。いやなんか、まあそうだよね。やっぱり日本でそういう仕事に就くとかインターナショナルスクールとかそういう環境じゃなければ、使わないじゃないですか今の日本だと。いらないもんね基本ね。なんかこう必要だって思うようなこともなくて、正直本当なかったので、こう移住しようと思うまでは全く、その海外に住むという考えも全くなくて、そんなんだったらやっぱりそういうこう英語必要だなって頭にはならないと思うんですよね。だから行かなければこんなに喋れないし、喋ろうとも思わないなっていうのは思いますね。じゃああれだね、やっぱりこう、コロナ禍も経てさ、挑戦してみようと思って行って、英語も少しできるようになって、もちろんその、ね、ミュージシャンとしてのさまざまなつながりもできてきて、まさに良かったなっていうことだと思うんだけど、なんかこっからで言うとこんな感じになったらいいなとかさ、こうしていきたいなとかってなんかあるの？もう絶賛考え中で、知りたい。だって今15歳ですね。になった？今年で16になるんですけど、もう16やんっていう私のちょっと感想では、8から世界デビューしている人からするとね、まだ16やけどな。いやいやでも考えるよね。多分16ぐらい俺も考えたもん。日本にいた時の方が未来がすっごく怖くて、将来が本当に暗かったというか本当怖かったんですよ。どんな感覚？いや将来どうなってるかなとか、なんか今ただ若いからこうやってできてるだけで、20歳超えた時に私何してるのかな、大丈夫かなっていうなんか不安がたくさんあって、もうなんか毎晩お母さんになんか「いや私大丈夫かな?」みたいな話をしてたんですけど、でもなんかアメリカに来てから今のことしか考えられなくなっちゃって、逆にそうね、なんか大変でもあるし、将来のこと考えてる暇がないというか、未来はもちろん暗くて最初から、そこに突き進んでいく方法しかないよねっていう、なんか灯されるわけないし未来の不安が全くなくなったんですよ。アメリカに逆に行ってからもう今を生きるっていうことだけでも、さすがに最近結構いろんな大人の方、あといろんな業界の方、アメリカで会ったりとかすると、もちろん聞かれましたの将来の夢はとか、目標はとか分かんなくてすごい困ったんですよね。っていうか困ってるんですけど、私は今までハードロックポップがメインでやってきて、アメリカに行ってからファンクとかジャズにも触れるようになって、そっちもできるようになったと。
そして私はそのドラマだけじゃなくてもう少しこうアーティストみたいな名前を使えるような人になりたくて、こうドラマのみじゃなくて、もちろん音楽制作もしたいし、自分の色を作りたいというか自分というものを表現したいし、そしてでもこう誰かがメインで歌ってたりとか演奏しててそのバックで叩いたりもしたいし、レコーディングにもたくさん参加したいしっていう、なんかこう何をやりたいのかとか何になりたいのかって言われると、どれもやりたいんだよなっていうか、どれも必要なんだよなって私の中では、こうどれかを諦めることは絶対できなくて、こう全部をやりたいんですっていうことを言うと、いやでもなんか決めないとっていう返しをされて、っていう感じの反応をして最近困ってる。なんか本当に15歳ぐらいになってくると、いやもう年齢はね使えないよねっていう話になってくるんですよ。結構こう逆にもう15でそうなるんだ。というか昔から若くてなんか天才ドラマですっていう紹介のされ方が一番嫌いで、いやもうドラマーとして紹介してくれよってちょっと思っちゃう。本当、周りが勝手に言うからね。そうですね。なのでそういうことを言われるのが一番嫌いだったので、どちらかというとその年齢のこうハンデじゃないけど、それが消えるのは逆にありがたい。色目で見られるのがね、それは逆にありがたくて、いやそれを待ってるんだけど、でも逆になんかそれがすごく悪いことというか、こう次考えなきゃいけないよみたいな言い方をされることが結構あって、私としては結構本当いろんなジャンルを音楽やるので、そしてこう一人の一パフォーマーというよりかはミュージシャンというかアーティストとしてやっていきたいので、こう音楽が大好きでやってるから、本当に自分のできることなら全部やりたいっていう考えなので、ちょっと結構目標、一つの目標、これになりたい、これに憧れてるっていうのが結構難しいんですよね。面白いな。だってそもそもで言うと、全く同じ人生をね歩んでる人は誰一人この地球上にはいないけど、その中でもやっぱり8歳の時にこうやってなんか世に見出されてしまって、引っ張り出されたわけじゃんか、自分の感覚で言うと。そうですね。でそれの結果いろんな見られ方をしたり、勝手にみんながもてはやしてくれてたり、いい思いもたくさんあったけど、でもその結果じゃあ15になって、いやそれじゃダメだよって言われて、おいって感じじゃん。勝手にしてくれればいいけど大人だな。無理やり言ってこないでくれというか、そうだよね。そういうことを言ってくる人たちは本当に私のファンではないんですよ絶対。こう自分のこと知らないし、ちゃんとはこう私のことすごく理解してくれる方には、言われないんですよ。なんかすごい近い例えで言うと、日本人でグローバルで活躍してるだと、うちのマリエさんもそうだし、あとは野球で言うと大谷君だったりもいるじゃんか。彼が、まだ花巻東高校で高校生だった時から実は知ってるんですよ。でもその当時からやっぱりもう化け物じみてたんだよね、完全に。でもその時にプロになって言われたのは、二刀流でやりますと、ピッチャーもバッターもやりますって言ったら、いやどっちか絞んないと無理だろうって周りの人は全員言ってたわけ。いやでも普通に考えたらそうじゃん。なんかどっちかだけに絞ってったって、メジャー行くの大変なのに、いやどっちもで行きますみたいな、いやいや無理だろうっつったけど、じゃあ今蓋開けてみたらさ、めちゃくちゃやってるわけじゃんか、それを。だからやっぱ本人がそれを本当にやるって思えば、誰が何と言おうと叶うっていうのはなんか一つ証明してると思うんだよね。探せばというか思い出せばいろいろいると思うんですよ。いろんな二刀流っていうかいろいろやってる。いるめちゃくちゃいる。それになれるかって言ったらわからないけど、私は自分のできることをやろうっていうのが、自分の考えというか、自分がもしそれをできるのであればやろうぜっていう感じの考えなので、いや行けるとこまで行ってみてほしい。いや、ぜひそうしたいですね。なんか音楽ずっと続けてるのも、なんか音楽にいろんな時に支えられてるというか、救われてるので、はい。
なのでなんかそれのなんか大きい恩返しというか、その人たち直接じゃなくて、私も誰かを次救いたいなっていうか、誰かに勇気づけたりとか楽しんでほしいなっていう思いが強いので、なんかまあその人生一生かけての夢なんですけど、なのでその大きい恩返しをするっていう自分も助けられてきたし、次は私のこうドラムだったり音楽を聴いて一人でもいいから誰かがこう救われてたりとかしたらいいなっていう思いでやってるので、それが消えるまでは叩くのをやめることはないだろうな。それを自分のあれでやめるっていうことはない。ほとんど結局叩いてるだろうし、もしこうドラマーっていうのをやめても、どこかでセッションしてるだろうっていう感じ思いますね。なるほどね。でもなんか今こう一番最初の時からそれこそハイハイしてドラムに向かったところから今に至るまでをこう聞かせてもらったけど、なんかこれからもなんか楽しい人生になりそうだね。なればいいですね。本当に全く見えないので、でもなんかそれが怖いわけでもないし、前人未到すぎてさ、何のモデルもないじゃん。そうなんですよ。なんか本当に前例がないっていうのが、本当私がアーティストビザを取った時も言われて、確かに、まあこう全く同じ道を進んでくる人なんていないじゃないですか、絶対、できないし。だけどこういう人もいるんだよっていう、こう一つの参考というか、こうどこかで関連する前例を作れればいいなというか、資金がなかったので、こう奨学金とか、財団とかを探したんですけど、ほとんど私条件に当てはめられなくて。だろうね。18歳以上しかダメとか、もし音楽があっても、クラシックのみとかが多くて、面白い。確かにありそう。ロックとかポップはありませんっていうのと、あとは奨学金って学費でしかないとか、だから結局どこも当てはまらず受けれなかったんですけど、なんかそういうところももう少し変わっていってほしいなっていうのはすごく思うんですよね。本当にたくさん才能がある方はいるので、そういう方々がこう学費だけでもなく、こうジャンル問わず本当才能、そしてこうやる気があったらこう支援されるような社会になってほしいなっていうのはすごくあるので、それは一人の、絶賛挑戦中なんですけど、一人の挑戦者、それを変えていきたいっていう思いもあります。はい。いやそれもね、なんかゆうかちゃんが挑戦してくれたからこそ気づけた現実だし、それによって変えていけるもの、変えていかなきゃいけないものっていうのが見えてきたので、だからやっぱその生き方自体が次の人への学びになってるよね。なればいいと思っていろいろやってますね。ぜひちょっといろいろ聞かせて。僕たちは僕たちで前人未到というか、いやまさか片付けで世界に行くと道はないからさっきいやでも本当すごいと思います。片付けって大切ですよね。私がね言うのも全然あれなんですよ。全然片付けできないからだけど音楽もそうだし、そういう片付けもそうだし、みんな必要としてるものは絶対大丈夫というか、誰かはこう支えてくれるし、誰かは必要としてるっていうのは明確だと思うので、頑張っていけたらいいなと思ってますね。なんかそれこそさ、そろそろ最後にするけど、音楽もそうだし、片付けもそうだったけど、なんか海外に出てみてさ、こう言語を超えたりとか人種を超えたり、それこそ年齢を超えてもさ、伝わるものって伝わるよね。そうですね。そうですね。なんかそれって、音楽だともともとその国境を越えるとかっていうのあるというかあるじゃないですか、イメージでいうと。でもなんかいざ日本にいるとさ、なんか海外ってすごく遠いイメージだったりとか、そもそもイメージする機会もあんまなかったじゃん。僕もそうだったけど、島生まれだし。でも出てみたからこそ、本来多分日本人でも持ってる才能だったりとかメッセージだったりとかで世界に役立てる人っていっぱいいるよね。本当にいると思いますし、その通じるその言語が分かんなくても、なんせみんな人間だし同じだから通じれないわけはない。なんか
でも全部通じるわけでもないし、だけどこ前提も違うしな、う、通じないことはないからこう頑張ってこう表現何かで表現したりとか、その表現のツールとして自分の得意なことだったり好きなことっていうのは本当に使える。日本人っていうだけでもうすでになんか必要とされてる時があるんですよ。なんか、ちょっとそれ言ってあげてなんか本当正直日本のここがすごいなっていうのをアメリカに行ってから気づいたりとかすごくわかるし、本当に特に掃除、綺麗さ、清潔さっていうのはちょっともう突き抜けてるよね。突き抜けてます。学校に掃除の時間、そして生徒が掃除をするっていうことでさえもうすでに違うんですよ、それがあるのが本当恵まれてる。いや面倒くさいですよ、私からすると私たちからすると学生からするとなんでやんなきゃいけないのって感じだけど、それがあるだけで全然心っていうかこう気持ちも変わる。アメリカに全くないんですよ。本当に清掃の方がいて、落ちたらそれはゴミっていう感じの考えだし、拾おうとも思わない。日本人っていうだけですごく気に入られることもあるし、逆にちょっとね変な時もあるけど、でも本当に日本人がもっとこう世界にこう進んでいければ、こう今はアニメとかゲーム漫画ばかりだけど、それ以外のところも日本もどんどんこう挑戦しやすい世界になっていけばちょっとずつ変わっていくというか、もっと日本人が求められる、そして日本人の凄さが分かっていくと思うので、ぜひいろんな人が挑戦したいのであればぜひ挑戦してほしいなっていうのは思います。嬉しい絶賛ね挑戦の今一番先端で頑張ってくれてるゆかさんからそんな風に言ってもらえるのは本当に嬉しいなと思います、なんか最後にありますか、これ言っときたいみたいな。世界に挑戦をしたい人たちをこう後押しするような社会になっていければいいなと思ってますし、そしてそれを支援してくれるような方々が本当に増えれば私たちも嬉しいですし、本当これから挑戦する方々も本当に助かるというか挑戦しやすくなると思うので、ぜひそういう、社会になってほしいなっていうのと、私たちも絶賛こう挑戦中ではあるんですけど、こうもし何かこれから挑戦したいんだよねとかいろいろあれば相談乗れる範囲で乗ったりとかもたまにしているので、もし何かあれば言ってくださいそして私たちもスポンサーさんだったりとかご支援いただけるような方々を探してはいるので、もし検討いただけるのであればぜひどこでも連絡 DM とかでも何でも連絡してくれると嬉しいです。はい、はい、ということで概要欄に情報を貼っておきますので、ぜひそちらから見ていただいてクリックいただけたらと思います。でも本当に今なんかゆうかさんが言ってくれて思うのが、日本の良さだったりとか、挑戦できる人才能って山ほどあるんだけど、僕だから言っちゃうけど残念ながら国としての支援って正直未熟というか、ないに等しいんだよね。僕らもやったからこそ思うんだけど、でも今の日本って、今後ね人口も減っていったりするし、日本人としての存在感って円安も含めて、GDP が下がっていくことも含めて、相対的には下がっていってしまう未来になる、でもだからこそ多分国がどうしてくれるとかじゃなくて、その思いがある人だったりとか、才能がある人たちが自分たちでしっかり手を結び合って挑戦をしていく、挑戦を応援していくっていうような動きをすることはすごく大切なことだと思うのよ、でもだからなんて言うんだろうな、日本人だからとかアメリカ人だからとか、生まれが国がとか正直僕どうでもいいと思ってる人ではあるの、みんな同じ地球に住んでる仲間じゃんか、で同じ地球から資源をいただいて生きている、食べ物空気も含めて、でも、ある種その日本っていう特殊な国、環境、言語も含めて英語が難しいのは、逆に言うと日本語がそれと全く違うからっていうだけであって、
このぐらい特殊な場所に生まれたっていう良さとか違いは多分生かし合えたらいいよねって思ってるので、そういう意味で日本人同士がもっと協力し合えたらいいよねはずっと思ってんだよね。いやそうですね、本当、いつも思うのは地元が日本でよかったなってすごい思います、なんかこう他の国じゃなくて日本に生まれたからこそこう逆に安心して挑戦ができる気がするんですよ。すごく挑戦しやすいこう環境ではあると思うんだけど、それをこう後押ししてくれないというかする人が少ないだけで、そうなんだよな。だからすごく日本人として生まれてよかったなっていうのは思いますし、日本からねこう例えば誰かが世界進出とかこう世界に挑戦するとその才能が日本からいなくなるっていう考えではなくて、逆に帰ってくる、絶対帰ってくるし、こう挑戦逆に世界にしてくれることによって日本のことがもっと良くなる、そしてこう好きになってくれる方がもっと増えるっていう感じだと思うので、そこはもう安心して後押ししてくれればなとすごく思ってます。ね、はい、そもそも挑戦しようと思う人も増えてほしい、そうですね、挑戦する人を応援するですごく思うのが、いろんな方が頑張ってくださいとか言ってくださって、でも自分は何もできませんっていう方も多いんですよね。でも挑戦してる身からすると、どんな応援であったとしても、それって無力じゃなくて微力でもなくてめちゃくちゃ力をもらうじゃないですか。そうですね、本当に、応援の一言でもそうだし、コメントもらうことだってそうだし、それこそじゃあ支援でお金をいただけることもそうだし、もうなんだろう、できることは山ほどあるから、ぜひなんか手と手を取り合って、やっていけたらいいよね。これからも応援してますし、なんだろうな、普段聞かない聞けないところまでいろいろ話せてもらえて嬉しかったので、こちらこそ、これを見てくださった方がまた、新たによよかさんと出会って挑戦を応援し合っていきたいなというふうに思っております。今日はお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。よよかさんでした。はい